今日はエビのうま煮を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はエビのうま煮を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、おせち料理には欠かせないエビのうま煮を作っていきたいと思います。今回はですね、車エビを使って作っていくんですけれども、エビの下処理の方法なども細かくご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。有頭エビ、お水、お醤油、お酒、みりん、お砂糖、だしの素。今回はこちらの材料で作っていきます。まずエビなんですが、今回はこちら有頭エビを使っていきます。こちらのエビに関しましては車エビがおすすめです。できるだけね、鮮度の高いものを使用してください。そしてだし汁に関しましては今回かつおだしを使って作っていきます。ご自身で作っただし汁がある場合はそちらを使っていただいて OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではエビの下処理からしていきます。まずですね、このようにエビを見てください。こう見るとですね、ここ頭の部分に尖った鋭い角があります。まずこの角を切ります。で、切るときはね、キッチンバサミを使ってください。ちょうどね、この角の生え始めぐらいのところですね。そこら辺から切ります。よいしょ。このように切り落としてください。今このような状態です。続いてこのエビの頭の先も切っていきます。この部分、7ミリぐらいかな。このぐらい切り落とします。よいしょ。はい、このように切り落としてください。続いてこのヒゲです。これも切り落とします。これ根元から切っちゃいます。続いてこの足の部分ですね。この部分も短めに揃えてください。こんな感じで揃えて切ります。よいしょ。これはね、大体で大丈夫です。こんな感じかな。このように切ってください。続いてこの尾っぽの部分ですね。ここ見ていただくとこんな感じで、これも尖ってる部分があります。すごい鋭いですね。なのでこちらもですね、キッチンバサミで切ります。よいしょ。はい、こんな感じで切り落としてください。続いてですね、背わたを取っていきます。背わたを取るときは親指と人差し指で頭を支えて、で中指でこの尾っぽの部分をね、こうやって押さえつけます。ちょっとね、こうやってカーブがかった状態に持ってください。そしたら竹串を用意してください。竹串を用意したら今度はね、この殻と殻の間にちょっと隙間があるので、この部分に竹串を刺して、でむにゅっとね、背わたを取り除きます。よいしょ。はい、こんな感じで出てくるので、そしたらこの部分を親指で押さえて取ります。こんな感じ。むにゅむにゅっとスーッと取れます。はい、このようにね、背わたは取ってください。でもしね、途中で切れちゃった場合は、切れたところから竹串をね、また刺してこうやって引っ張っていただくと取れると思います。はい、背わたはね、このようにして取ってください。エビの下処理はこれで OK です。まずここまでね、全部行っていきます。あんまりね、エビも手で触りすぎると手の温度でね、状態が悪くなってきてしまうので、できるだけね、手早くやるようにしてください。それではね、残りも同じようにやっていきます。はい、全部下処理が終わりました。そしたらね、この後煮ていくんですけれども、煮る時はですね、このまま綺麗な状態でね、煮ていきたいので、この爪楊枝を使ってエビを固定させます。じゃあね、まずこの首の部分ですね、ここに爪楊枝を刺します。で、このまま斜めにいって、エビのね、この尾っぽあると思うんですけど、尾っぽから2個目ですね、ここら辺の間を狙って刺します。よいしょ。こんな感じ。このように留めてください。ではね、残りも同じように留めていきます。はい、エビの準備が終わりました。それでは今からね、煮ていきたいと思います。まずお鍋にですね、お水を入れます。そしてここにお酒。こちらね、料理酒じゃなくて食塩の入ってないね、清酒になります。日本酒とかね、そういったものを使ってください。そしてここにみりん、お砂糖、そしてだしの素を入れます。
お醤油はね、あんまり煮立たせてしまうと風味が変わるので、最後エビを入れる時にね、一緒に入れたいと思います。そうしましたらね、まずこちらだけ火にかけます。火加減中火ぐらいです。このまま一度沸騰させてください。ちょっと時折ね、混ぜながら沸騰させます。お醤油に関してはですね、あんまりお醤油の色をつけたくないので、今回は薄口醤油を使ってます。なので綺麗に仕上げたい場合はね、必ず薄口醤油を使ってください。はい、沸騰しました。沸騰したらね、2、30秒このまま煮立たせてください。はい、OK です。そしたら一旦火を止めて、そしてお醤油を加えます。はい、そして続いてここにね、エビを入れていきます。やけどしないように注意してください。エビを煮る時のポイントなんですが、エビは煮すぎると身がね硬くなってしまいますので、煮る時間はねきちんと守ってください。エビを入れたらもう一度火にかけます。火加減はね中火です。まずね一度このまま加熱します。はい、でこのように鍋肌がねふつふつしてきたら火加減弱火です。このままですね2分30秒煮ていきます。目安としてはね、この鍋肌がふつふつした状態ですね。この状態で煮ていきます。なので火加減をちょっとね調整しながら煮てください。ここでポイントなのがですね、弱火で煮ることですね。鍋肌がねクツクツした状態で煮ていくことで、身がふっくらとした仕上がりになります。でさらにエビはですね、煮すぎると身が硬くなってしまいますので、必ずね煮る時間は守ってください。ちょっと大きめのエビの場合はプラス30秒から1分ほど煮ていただいても大丈夫です。煮ている間にね、あとは氷水も用意しておきましょう。はい、時間が経ったので火を止めます。そしたら火から下ろしてください。火から下ろしたら鍋ごとですね、氷水で冷やしてください。急速にね冷やしていきます。このようにね急速に冷やしていただくことで、プリッとした状態をキープすることができます。どんどんね余熱でも火が通ってしまって硬くなってしまいますので、必ず出来上がったらすぐ氷水で鍋ごと冷やしてください。ではね、このまま一旦冷ましたいと思います。はい、しっかり冷めました。それではね器に盛りたいと思います。こちらね、もし温かい状態で食べたい場合は一度エビだけ取り除いて、そしてこの煮汁だけ温めて、温めた煮汁をエビにかけて召し上がってください。美味しそうに仕上がりました。はい、これでエビのうま煮の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、彩りも鮮やかで美味しそうに仕上がってます。楊枝を刺して煮たので、形も綺麗に仕上がってます。そしてエビの身の部分もプリップリです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではね、もう殻を剥いた状態でいただきたいと思います。いただきます。エビの身がプリップリです。そして味もしっかり染みててすごく美味しいです。エビの旨味がギュッと詰まってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のエビのうま煮のポイントです。まずですね、今回使ったエビなんですが、車エビを使ってます。一番のおすすめは車エビなんですけれども、こちらはブラックタイガーとかお好みのエビを使って作っていただいて大丈夫です。車エビとかはね、生きた状態のものとかも売ってるので、そういった鮮度の高いものを使っていただくとより美味しく作ることができます。あとですね、今回はですね、有頭エビといって頭がついてるエビを使ってます。もしね、こういったものがない場合は頭付きじゃないものを使っていただいても大丈夫です。ただ殻付きの状態のエビを使うようにしてください。殻付きの状態で作っていただくことでエビの旨味をギュッと閉じ込めることができます。そして今回はですね、下処理の方法もご紹介しました。まず頭に生えている角、そして口先の部分、そしてあとは足の部分ですね、そちらを切り揃えてください。そして尾っぽの部分に関しましては尖ってる部分は切り落としてください。そして下処理で一番大事なのが背わたです。エビの背わたに関しましては必ず取り除くようにしてください。今回やったみたいに竹串を使ってやるととても
簡単に取れるので、こちらの方法でね、ぜひやってみてください。もし途中で背わたがちぎれてしまったら、ちぎれた部分からですね、もう一度竹串ですくって背わたを取り除くようにしてください。エビはですね、非常に鮮度が落ちるのが早いので、下処理をしている時はできるだけ手早くね、作業するようにしてください。そしてその後煮ていくんですけれども、煮る時はですね、エビの形をきれいにキープするために爪楊枝を刺して煮るようにしてください。そうすることで背中がね、きれいに丸まった状態で仕上げることができます。そして煮る時のポイントです。このエビを煮る時は煮すぎないことがポイントです。エビに火を入れすぎてしまうと硬くなってしまいますので、だいたい2分半ぐらいを目安に煮るようにしてください。少し大きめのものに関しましてはプラス30秒から1分ほど煮ていただくといいかなと思います。そして煮てる最中はですね、弱火で煮ていただくことでとてもふっくらとした仕上がりになります。そして煮終わったエビは必ずすぐ鍋ごと氷水で冷やしてください。そのままにしておくとどんどんね、エビに火が入って硬くなってしまいますので、必ず氷水ですぐ冷やしてください。もしね、温かい状態で食べたい場合はエビだけ取り除いて煮汁だけ温めて、その温かい煮汁をエビにかけて召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はエビのうま煮を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。